今日はこのクラブスポート DD プラス GTDD エクストリームについてくるモーターと、あとポーディアム DD1 というモーター、ファナティックのモーターをメインで比べて、GTDD プロについてもちょっと言及しようかなと思います。あと他に、グランツーリスモ走ってたら勝手に、ギアがニュートラルになる件とか、その辺も、解決方法が分かったんで、話していきたいと思います。もしかしたら、ポーディアム DD1 からクラブスポット DD プラスへの買い替えを考えている人もいるかもしれないですし、価格と性能的に、ポーディアム DD1 とクラブスポット DD プラス、GTDD エクストリームと、で、購入を迷っている方がいるかもしれないのと、あと GTDD プロ、CS-DD ですね。それでもいいんじゃないのかなと思っている方もいるかもしれないんで、3つ、こんな風に家に揃ってしまったので、僕の正直レビューを伝えようと思います。ちょっと僕の感覚が鈍感なので、いいレビューかどうかわかんないですけど、一つの参考にしてもらえたらなと思います。この計画ではこのポーディアム DD1 と GTDD プロはもう売却して、このクラブスポート DD プラス1本にして部屋をコンパクトにしようかなと思ってます。ちなみに、メモリを増やしました。親戚のおじちゃんが最近パソコン買ったんですけど、メモリを 32GB にしたいと言ってきたんですよ。で、もともと彼のパソコン 16GB だったんですよ。8GB×2 枚のメモリを積んだ 16GB。ただ、メモリのスロット2つしかないんで、それを 16×2 枚に変えちゃったんで、8GB の2枚が余ったので、僕にくれました。で、追加で挿して 8GB4 枚の 32GB のメモリにしてみました。これがDDR4 の 3200AA の 8GB のようですね。で、前回もちょっと2枚余ったメモリをもらったんですけども、それが過去僕が入れてたメモリと、容量が同じなんだけど速度が違う DDR4 だったので、付け替えてたんですけど、また同じものを2枚もらったので、これで同じスペックのもの4枚揃って、シワ32の 32GB になりました。初めて自作 PC を組み立てた時に、しっかり奥まで刺さってなかったんで、認識されてなくって、原因がわかるまで苦労したんで、今回はしっかり差し込みました。で、同じメモリ2枚より4枚の方が、性能は上がってんじゃないのかなとは思うんですけど、ベンチマークなんて回してないので、単なる報告です。クラブスポート DD プラスとフォーミュラ V2 ステアリングで走ってますけど、その前に、ファナティックの最近のプレスリリース、ちょっと確認してみました。4月15日にアンドレス・ラフという方が正式に新たな CEO になったということと、その方が食品スーパーだとか、コーヒーブランドの代表取締役、あと食肉生産会社の代表取締役の経験があるということで、中小企業の財務に強い経営者コンサルタントということのようです。で、4月24日に6月30日までのブリッジローンの後どうするかっていうことがちょっとプレスリリース出されてて、融資銀行と連携して資本増強プロセスを実施するというのと、詳細は検討中で、法に基づいて投資家の参入や、増資が選択肢として検討されているみたいなことが書かれていました。どうなるかわからないですけど、とりあえずちょっと経営は頑張ってもらって、今までの製品を販売したユーザーのためにも、継続的なファームウェアの更新だとか、エコシステムをアップグレードしてってもらって、ファナティックのシステム全体の魅力を下げないようにしてもらいたいなと思います。最近ですね、いろんなことにちゃんと集中しようということで、金曜か土曜日に頑張って動画をアップして、コメントはできる限りまとめて週末に返答するようにしてるので、それまでちょっといただいたコメントへの返答が遅くなって、いいねだとかハートマークだけつけてちょっと放置してるんですけど、ちょっと許してください。で、必ず週末に返答しますので、コメントいただければ励みになりますし、いいね押してもらったら励みになって、もうちょっと頑張ろうかなという気にもなるかもしれないんで、あと登録してもらえたらもうちょっと頑張るんで、あとちょっとだけ頑張るんでよろしくお願いします。で、やっと本編に行くわけですけど、ファナテックの今使っている GTDD エクストリームについてきたクラブスポート DD プラスと、僕がもともと持ってたポーディアム DD1 なん
ですけど、それぞれの違いは、ポーディアムの DD1 は 20Nm のトルクが発生するよっていうのと、3年保証っていうのが魅力的です。ただし、発売から5年ぐらいがもう経過していることもあってですね、モザレーシングさんからちょっとここ1、2年で物を提供してもらってるんですけども、こので発売した R16 とか R21 と比べると FFP の細かさがちょっと劣るかなということがあります。で、ポーディアム DD1 は少し前まではクイックリリースの QR1 もちょっと古い方のみだったし、発売から結構年数が経過してたので、価格もそれでも据え置きで16万円ぐらいで売られてたので、ちょっと単品だと割高だなと思ってたんですけど、最近 QR2 が標準装備となって、QR2 タイプ M ですね。銀色のピカピカした QR2 が標準装備になって、で、もともと16万円だったのが13万円台でディスカウントされたので、狙い目なんじゃないのかななんて思っている人がいるかもしれないなと思ってこの動画回してます。クラブスポーツ DD プラス、GTDD エクストリームについてくるモーターですけど、ステアリングとセットで21万円ぐらいもします。ステアリングに関しては、合成はそんな高くないです。で、ステアリングなぜかメルカリで6万円だとか7万円での取り扱い実績があります。ということで、単品の発売を待たずして、クラブスポーツ DD プラス本体のみ欲しい方は、うまくやれば、メルカリでステアリング売れば、最新かつプレステ対応のクラブスポーツ DD プラスが15万円とか16万円ぐらいで、実質手に入るかもしれないです。ということで、リセールバリュー考えたら、こっちもありだなと思う方もいるかもしれません。で、ちなみにトルクは、クラブスポーツ DD プラスは 15Nm で、FFP の立ち上がる速度が、前述、さっき言ったポーディアム DD1 に比べると2倍。ただし、1年保証になります。ところで、グランツーリスモで遊んでる時に、突然ニュートラルになる現象があるって前回の動画で言いましたけど、で、この動画のようにですね、ステアリングに対して垂直の力を強く加えると、ステアリングがたわんで、その影響で、僕の場合だと左側のパドル、クラッチパドルですね、から2から 3% ぐらいのアウトプット信号が出てます。出る時があります。パチ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 やってるとたまになります。で、これは、サポートページで動画とともにちょっと報告したんですけど、で、僕がYouTube で見た何本かの動画のうち何本の動画で同じこと起こってたぞと伝えときました。で、そうしたらですね、回答が来て、で日本人の方がサポートしてくださったんですけど、メール1通来たんですけど、で、公式ページを見たら、455のドライバーしかないんですけど、これフォーラムに新しいドライバー456があるんだよということでリンクを送ってくれました。今フォーラムに載せて人柱の方が使って問題があれば報告するっていうテストみたいな時期なんだと思うんですけど、これ2月に載ってんですよ。で、しっかりクラッチのキャリブレーションの、インプルーブメント、改善とかいうことが書かれてました。で、このベータ版をインストールしてちょっと遊んだぐらいなんですけど、その限りではクラッチの問題は解決してます。改善されました。ただ他のとこでバグも発生するかもしれません。なぜかっていうと、これはベータ版、使用版なので、それである程度時間を使っていろんな方に試してもらって問題なければ公式ページの一番上に掲載されるんだと思います。話戻しますけど、ファナティックのクラブスポーツ DD プラスをアイレーシングでじっくり走ってみての感想を言っていきたいと思いますけど、ファナティッククラブスポーツ DD プラス、GTDD エクストリームについてきたモーターをアイレーシングで使った感想なんですけど、今セブリンクと呼ばれているコースを、992のポルシェ GT3 カップカーで走ったり、F3 で走ったりしました。で、今週 992GT3 カップカーで、それがレースのコースに指定されたんで、セブリンクを練習も兼ねて走ってます。で、昔、フォルツァの2ぐらいの時代に結構走った記憶があります。3かもしれない。で、コース忘れてるので、もうドライビングラインはもう表示させてください。ファナティック側の FFP は、
初めは 80% 程度にしていて、で多分ピークモードで 80% 程度にしました。でダンパーについても FV の振動が発散しない程度で 20% ぐらい入れてました。で基本的にはアイレーシング側から出される信号を、そのまま受け取って大きく変えないように、ステアリングを動かすようなコンセプトで、設定はしてたんですけど、ファナラボからダウンロードできるアイレーシング用の推奨設定もあるんで、最近その後試してみたら結構良かったんですよ。で昔 DD1 使ってた時に、推奨設定をそのまま入れてやってみるとあまりいいと思わなかったので、今まで推奨設定ってあんまり信じてなかったんですけど、今回使ってみて悪くないなと思ったので、推奨設定について、概要欄とブログに載せておきましたので、設定のことがよくわからないまま自己流でやってる方はちょっと試してみたらいいかなと思います。分かってる方はいいんですけど。で FFB に関してなんですけど、普通の路面を走ってる分には DD1 と比べてクラブスポート DD プラスの方が多少きめ細かくなったかなという感じは伝わってきます。で一方ポディアム DD1 は、良くも悪くも結構強い暴力的だなと思いました。やっぱちょっとトルクの大きさが5ニュートンメーター違うだけではあるんですけど、そのトルクの強さを持つ DD1 っていうのは、手首がやられそうな、暴力性がたまに出てきます。でクラブスポート DD プラス、GTDD エクストリームについてくるモーターに対して DD1 はちょっと雑味が入っているような気がしますね。でクラブスポート DD プラスは、縁石に乗った時がよくわかるんですけど、細かい振動が入ってくるんですよ。で FFB の応答速度である、スルーレートと呼ばれるものがポディアム DD1 に比べたら2倍ぐらいあるよということの恩恵なのかなと思うんですけど、ただ、DD1 も推奨設定で走ると、意外としっかり縁石を捉えてくれてるなと思ったりします。でも、ちょっと雑味があるんですよね。セブリンク走ってると、僕が最近走っていたコースに比べて、縁石だけですけど、情報量があるなと思ったので、アイレーシングの運営がコースによって、力の入れ具合が違うのかなと思ったので、鈴鹿でも試してみました。鈴鹿だと縁石に乗ったら、セブリングに比べるとちょっとのっぺり感があって情報が薄いかなと思います。でセブリングと鈴鹿で縁石の形状が違って、それが影響しているのか、アイレーシング側の味付けの問題なのかはちょっと僕には分かんないんですけど、とりあえず全ての縁石が同じような形で同じような FFB が来るわけじゃないということは分かりました。当たり前なんですけどね。ただこれがアセットコルサだと結構細かく縁石乗った時にブルブル来て結構臨場感があって面白いんですけど、アイレーシングの縁石ってたまにこれ本当に縁石乗ってんのかなっていう感覚を感じることがあって、これは DD1 の特性なのかなと思った節があるんですけど、クラブソート DD プラスで走ってブルブル来るところは DD1 でもブルブル来ます。ちょっと雑味あるけどねと。で、DD1 と DD プラスを、箱車、アイレーシングの箱車で比べる限りは、DD プラスの方が、FFB のきめ細かさっていうのは、高くなってるなと感じることはあります。そして、ちょっと乗りやすいなとは思います。でもそれって設定にもよると思うので、DD1 を無理して、DD プラスにする必要はないですし、DD1 と DD プラスで迷ってる方がいたら、絶対どっちが買わないといけないっていうことであれば、僕はクラブスポート DD プラスを推します。というのも、ファナテックの経営がしっかり安定しているんだったら DD1 でもいいです。それはなぜかっていうと、3年保証がしっかりつくからですね。でも今の時点ちょっと様子がわからないので、どうしても欲しいっていうんだったら DD プラスが価値の保存としては意味があるのかなと。プレステに対応する、最強ダイレクトドライブっていうのは価値としては高いので、プレステ Xbox PC ですね。なのでとりあえず買うんだったら DD プラスかなと思います。で今 F3 画面で操作してますけど、
ちょっとフォーミュラになったら、FFB って強い方がいいんですよ。フォーミュラの場合は、やっぱ高めがいいです。細かく説明すると大変なんで、ざっくり言うと、強めの FFB じゃないと、弱い小さな路面の起伏がすごい薄くなります。というのも、F3 とか、すごい実際高い FFB がドライバーには発生してるんで、それを基準にしちゃうと、小さな路面の起伏って、すごい小さいんですね。で、CSLDD だったらそれを 8Nm の中に全ての情報を入れる。となると、一番重いカーブの FFB を 8Nm とすると、石ころだとか小さな路面の起伏って 0. 何ニュートンになっちゃう。そしたらもう全然感じることが難しくなってくると。実際、FFB の変化は。ってなると、15Nm あるとそれが大体2倍になるし、20ニュートン、25ニュートンとなると、それに応じて路面の小さな起伏も感じ取りやすくなってきますっていうところでやっぱ重めがいいんですけど、DD1 と DD2 はちょっと古いんですよね。で、その FFB の反応速度であるスルーレートっていうのが DD1 と DD2 って DD プラスの半分ぐらいでちょっと遅いんですよ。なので、たとえ大きなトルクが持ってて、で小さな起伏を重めに表現できるようになったとしても、その FFB を早く出してくれないことには手で感じることができないんで、っていうところです。っていう問題があって、新しいポーディアム、ファナテックの一番上のグレードのポーディアムの DT3 とか DD1、V1、V2 みたいなのが出てこれば、その辺を、ある程度市場に出てきて、みんながバグ取って、6ヶ月は待って、1年後ぐらいですかね。だったらいいもんになってんだと思うんですけど、まだ全然出てこないですし、ねえというとこで、今動画を撮るときにすごい何をか迷ってます。なんで、ファナテックじゃなくてもいいよっていうんであれば、いろんなメーカーさんに出してるんで、モザの R21 とかが候補に上がるのかなと思います。僕が知ってる中ではですよ。ヨーロッパのブランドがいいなという方だったら、シムキューブもありますよね。お値段とか比べてみたり、リセールバリュー見てみたり、ファナテック気になるんだったらファナテックの経営の状況をちょっと確認して、大丈夫になってきたなとか言うんであれば、DD1、DD2 にいて見てもいいかもしれないですし、CSLDD とか GTDD プロとGTDD エクストリームのモーターであるクラブスポット DD プラスを比較もしてみてるんですけど、第1弾のブログ、そして動画でも言ってんですけど、CSLDD、GTDD プロはトルクが 8Nm なわけで、エクストリームの 0.5 倍ぐらい。で、ポーディアム DD1 の0.4 倍と、クラブスポット DD だとか DD1 に比べるとトルクがちょっと弱いんですよね。弱いって言っても、約5年ぐらい前に、ポーディアム DD1 とか DD2 が、登場してきたんですけど、それまではファナテックの、フラッグシップのハンコンって CSW-V2.5 とかいう 8Nm のベルト式のハンコンだったんですよ。なんで5年以上前であれば 8Nm って結構すごいんですよね。で、当時それ以上のものを手に入れようと思うと、OSW っていうオープンシムホイールといってモーターだとかそのモーターのコントローラーそして電源などを自分で調達してハンコンを自作するような道に進まないといけなかったんですよ。で、今みたいな代理店さんも少ないでしょうから、海外通販で数十万のものをかき集めてやってたと。結構マニアな人じゃないともう始めれないような世界だったんですけど、そういう感じでした。なんで今の、10ニュートン以上のハンコンがゴロゴロ転がってる業界ってすごい恵まれてるんでしょうね。で、GTDD エクストリームやポーディアム DD1 だとか DD2 の登場があって、で、8Nm の GTDD プロだとか CSLDD のトルクって霞んで見えてくるかもしれないんですけど、
8Nm って昔だとかなりハイスペックな部類です。で、皆さんも同じようなことを言ってる人もいると思うんですけど、結局はもうどこまで予算があるかで、生活を圧迫しないかを判断基準に物を購入して、余裕ができた時にアップグレードしていけばいいのかなと思ってます。それがもう別に CSL-DD でもいいでしょうし、他のメーカーさん、モザだったら、R9、5は弱いんで R9 とかでもいいでしょうし、フォーミュラーなんかは、ファナテックで言うと DD1 の方がパワフルなんで、いいんですけど、さっき言ったみたいに、いろんなことを考えてクラブスポート DD プラスを押す。で、プレステでも遊びつつ、しっかりとした FFD を感じたいんだったら、クラブスポート DD プラスでしょうねと。で、プレステで遊ばないなら、さっき言ったように他のブランドの選択肢もあると思います。で、無責任かもしれないんですけど、ある程度ダイレクトドライブを出し続けてきた企業であれば、もうどれもそれなりの品質に落ち着いてきてると思うので、やっぱりブランドとかその見た目とか、その辺から入っていって、で、一番、気になったやつをとりあえず買って、で、足りないところを増強していくみたいなやり方でもいいんじゃないのかなと思ってます。終わり。